おはようございます。ケンです。今日のテスラは株価だけを見ると少しネガティブに見える一日でした。テスラ株は下落し、一時的に 4% 前後下げる場面もありました。ただ、ここで大事なのは、今回の下落をテスラに何か大きな悪材料が出たと単純に見るのではなくて、今日出ているニュースを一つずつ整理して、今テスラで何が起きているのか、これを見ることです。今日はテスラ株の下落の理由、サイバーキャブ専用施設、ロボタクシー事故データの公開、そして日本市場の好調について見ていきたいと思います。まず最初にテスラ株の下落についてです。本日のテスラ株は下落しました。ただし、これはテスラだけが売られたっていうより、市場全体の影響をかなり受けています。自動車株全体が弱く、フォードも大きく下落するなど、セクター全体に売りが出ていました。つまり、今日のテスラ株の下落は、テスラ単独の問題というより、まず市場全体のリスクオフ、自動車株全体の下落に巻き込まれた面があります。さらに、もう一つ大きいのが、中国訪問への期待外れです。市場ではトランプ大統領の中国訪問に合わせてテスラにとって何か前向きな進展があるのではないかっていう期待がありました。特に中国での FSD の承認や米中関係の改善です。しかし現時点ではテスラにとって明確な大きな成果は見えていません。そのため期待で買われていた部分が少し剥がれて短期的な失望売りにつながった可能性があります。僕は今日の下落はテスラが悪くなったっていうより期待が先行していたところに市場全体の売りが重なったって見る方が自然だと思います。テスラ株は期待で上がる時も大きいですが、その分成果がすぐに見えないと売られやすい銘柄です。今日の動きはまさにその特徴が出た一日だったと思います。次に注目したいのがサイバーキャブ専用施設のニュースです。テスラがラスベガスとテキサス州アービングでサイバーキャブ専用施設を準備していることが報じられました。ラスベガスの施設は約3万6000平方フィート規模とされていて、洗車、充電、掃除、修理、保管などロボタクシーフリートを運営するための拠点になると見られています。これはかなり地味なニュースに見えるかもしれません。でも僕はこれはかなり重要だと思っています。なぜならロボタクシーというと多くの人は車が自動で走れるのかだけを見がちなんですけれども、実際にはロボタクシーをサービスとして運営するにはそれだけでは足りません。車両をどこに保管するのか、どこで充電するのか、カメラをどうやって清潔に保つのか、タイヤ交換やメンテナンスは誰がやるのか、車内の清掃はどうなるのか、こういったすごく現実的な運営体制が必要になります。今回の施設のニュースはまさにその裏側の準備が進んでいる可能性を示しています。つまりこれは派手な発表ではありませんが、ロボタクシーを現実のサービスとして回すための準備、これが進んでいるという見方ができます。ここは投資家の方もオーナーの方も知っておいた方がいいポイントだと思います。続いてロボタクシーの事故データの公開です。テスラは NHTSA に提出していた17件のロボタクシー関連事故の報告について黒塗り部分を公開しました。報道によると多くの事故は自動運転システムの過失とは言い切れない内容だったとされています。一方で注意すべき事例も含まれていたとされています。ここで大事なのはロボタクシーや FSD は期待だけで進められる分野ではないということです。技術がどれだけ進化しているかも大事ですけれども、それと同じぐらい安全性と透明性が重要になります。特に投資家目線では FSD やロボタクシーが本当に大きな価値を持つためには規制当局や社会からの信頼が必要です。今回の公開で全ての不安が消えたわけではありません。ただ、事故内容が少しずつ見えるようになったことで、市場や規制当局が判断する材料は増えました。ここはポジティブにもネガティブにも偏りすぎずに、冷静に見ておきたいニュースじゃないかと思います。僕の見方としては、今後のテスラは技術がすごいだけではなくて、その技術をどこまできちんと説明できるのか、これが問われてくると思います。
ロボタクシーは夢のあるテーマではありますけれども、同時にかなり現実的なチェックも受けるテーマです。だからこそ、こういった事故のデータの公開っていうのは今後も重要なポイントになってくると思います。そして日本市場の動きです。日本では4月のテスラの販売が約1041台、前年比で約200% 増と報じられています。これは日本のテスラ市場を見ている僕らにとってはかなり注目すべき数字です。もちろんアメリカや中国と比べると日本の台数規模はまだまだ全然大きくはありません。お隣韓国は先月1万台売っています。それに比べるとまだ10分の1程度なので全然大きくはないんですけれども、ただ日本ではこれまでテスラはなかなか広がりにくい市場だと言われてきました。充電環境、住宅事情、国産車ブランドへの信頼、右ハンドル市場の特殊性、いろいろなハードルがありました。それでも店舗の拡大だったり、補助金、モデル Y の価格競争力、そして今後の日本での FST の導入への期待などが重なり、少しずつ流れが変わってきているように見えます。特に店舗の拡大っていうのは日本ではかなり大事だと思います。日本のユーザーは実際に見られること、相談できること、近くに拠点があること、これらを重視します。その意味ではテスラが日本で店舗を増やしていくっていうことは販売台数以上に重要な意味を持つんじゃないかなって思います。日本でテスラの存在感が今後どこまで広がるのか、ここは僕たち日本人にとってはかなり身近なテーマです。本当僕はですね、ここ最近車を運転していてテスラとすれ違うことが非常に増えましたけれども、皆さんの地域ではどうでしょうか。ぜひそのあたり皆さんの地域今どうなっているのかコメントで教えていただければと思います。はい、ということで今日の内容を整理していきます。今日のテスラ株は下落しました。ただしその理由はテスラ単独の悪材料っていうよりは市場全体のリスクオフ、自動車株全体の下落、そして中国訪問への期待外れが重なったものだと見ています。一方でニュースの中身を見るとサイバーキャブ専用施設の準備、ロボタクシー事故データの公開、日本市場の絶好調などテスラの現場ではいくつもの動きが出ています。ここで大事なのは株価だけを見て一喜一憂するんではなくって、今テスラで何が起きているのか、これを一つずつ整理することです。今日は株価は弱かった。でもその裏ではロボタクシーの運営準備や電池生産の強化、日本市場での販売拡大といった現実的なニュースも出ていました。皆さんは今日のニュースで何が一番気になりましたか？そのあたりもぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は下落して現在429ドルとなっております。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。皆さん、車での移動中や充電ステーションでの待ち時間、ネット環境ってどうされていますか？スマホのテザリングだとバッテリーも減るし、ギガも気になりますよね。そこで最近僕が注目しているのがモビリティ Wi-Fi、Mobify というサービスです。これ何がすごいのかっていうと、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天の4つの回線を自動で切り替えてくれるんです。つまり走っている場所に合わせてその時一番強い電波を勝手に掴んでくれるんです。しかもデータ容量は1日 33GB、月換算で約 990GB です。実質使い放題みたいなものなんです。これで月額4180円税込みで、端末代も初期費用も0円。車移動が多い方や車内で動画をガンガン見たい方にはかなり合理的な選択肢だと思います。車専用の固定式ではなく持ち運びができるバッテリー内蔵型なので、車から降りてカフェで作業するときにも使えます。これからのカーライフをアップデートされたい方、ぜひね、概要欄のリンクからチェックされてみてください。今日なんですけれども、僕はこれから東京の方に移動しまして、テスラオーナーの方たちとちょっとね、ドライブするんですけれども、そのドライブの中でも皆さんにこのモビリティ Wi-Fi をね、提供して、車の中で Wi-Fi を使うっていう環境がどうなのかっていうのをね、見てもらおうかなと思っております。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。